伝説の漁師がいる。その一言が我々を北海道へと導いた。最大で400キロを誇るヒグマ。その存在はまさに北の大地を支配する王そのものだ。エゾジカは北海道にのみ生息する巨大な鹿。150キロを超える個体も珍しくない。彼はその両者を狩り続ける狩猟界の生ける伝説だ。年間500頭のエゾジカを撃ち、10頭以上のヒグマをほふるという。驚くべきは彼は弱い75にしてこの偉業を成し遂げ続けている点だ。その男の名は白畑定。今回の出会いはただの偶然ではない。映像に残るその瞬間は誰もが目撃する伝説となるだろう。はい、どうもです。今回はですね、北海道の、広尾町というところに来てるんですけども、北海道のレジェンド漁師の白畑さんに、案内してもらおうと思っております。じゃあ本日はよろしくお願いします。はい、年間450頭。400頭以上は駆除で倒して、その他は狩猟で7、80は取ってます。合計500頭。500は超えます、ね。500頭以上の年間ですからね。とてつもない量です。1日10頭ぐらい行くペースですもんね。もうすごい。とにかくはね、僕ちょっと鹿児島からなんでめちゃくちゃ寒いんですけどそう、この日の気温はマイナス13度。遭難すればまず投資は免れられない。今日は全然寒い。いや寒いですよ。あ、寒いですか。さすがに寒い方で。鹿いるといいですね。使う猟銃はライフル銃。ライフル。ライフル銃とは日本で使用が許可された最強の銃である。距離は最大なんと4キロ。数百メートル先にいるヒグマも余裕で貫通するとんでもない威力なんだ。ちなみにライフル銃を使うのは申請してから最低10年はかかります。もしなんかその親子でいた場合は2匹とも一緒に撃つみたいな感じなんですか。チャンスがあればね、チャンスがあれば1頭だけで楽にと。じゃあもしかしたら3匹いたら一気に3匹みたいな。大概ね、3、4頭いたら2つぐらいは取れるかな。一瞬のチャンスだけど、そのチャンスを逃さないよ。もうあとは度胸と熟練のタイミングって感じです。タイミングがね、ほんとタイミングだから。一瞬のチャンスは、ここがチャンスだなと思った時に、瞬間的に安全確認して。白尾町内で1800から2000年間取られてるんですけど、その4、50人ハンターがいて、そのうち450頭から500頭ぐらい取られてるんで、もうダントツっていう感じですもんね。ダントツになるのかね。4分の1ですよ。4分の1ですもんね。25% が白田さんが。垂れないように気をつけてくださいね。いや、もう僕の命握られてますからね。その漁する上で普段気をつけられてることとかって。こういう林道に入ってきたら、新しい雪降ったばっかりだから、誰か先に車が入ってるか入ってないかっていうのをきちっと確認できるわけでしょ。新しい雪降らなくても車の入ってる跡っていうのは今日入ったのかね、何日か経ってる、何日か経ってるのかっていうのは分かるわけだから、それはきちっと確認して、車入ってればそこでもうぐるっとやめるって。白畑さん500頭以上年間取っていらっしゃるじゃないですか。なんかめちゃめちゃ元気じゃないですか。今おいくつなんですか。75になります。75。もう55年ぐらい。20歳ぐらいの時から。20歳から。だってエゾジカって奈良公園にいる鹿とはもう全然桁が違うじゃないですか。向こうのね、本州の鹿と北海道の鹿とは全然違います。100キロとか全然超えてきますよね。でかい鹿だったら120、30キロ、140、50キロあるやつも。想像してほしいんですけど、倒すだけじゃ終わりじゃないんですよ。エゾジカならまだしも200キロを超えるヒグマなど軽トラまで引っ張っていかないといけないんですよ。人間のパワーではさすがに無理です。軽トラの荷台には1トンを超えるパワーのウィンチが付けられており、これで乗せて持ち帰るんですよね。おい、今そこでぬくぬくしながら見てるあなた方、マイナス10度の環境で75歳の人が150キロの鹿を1日何トンも取ってるんですよ。もっと俺ら頑張れるよ。ちょっといろいろちょっと学ばせていただきましょう。そうですね。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。俺が今まで出会った75歳の中で一番元気だと思います。白畑さん、この500頭の狩猟をやりつつ、熊も年間十数頭取って、さらに漁業もやりつつ、
毛ガニの量と昆布量とやりつつ、そのパッケージのデザインも自分でやってますからね。鉄人ですよ。鉄人、そう、鉄人。車で道なき道をひたすら走り続けます。本来この狩猟は一人で物音を立てずに行うため、今回のような大人数での狩猟はかなり難易度が高いのです。群生している笹はエゾジカの最高の食べ物であり、最高の隠れ家でもあります。笹は意外にも 1.5 メートルもの高さがあるのです。何も知識ないから、もう木の上に黒いのがあるだけでクマかもって思っちゃう。クマがあんなとこまで登ってるって思った。あ、鳥の巣か。いや結構でかいんですよ、鳥の巣が。多分まあ後で止まったら撮影できると思いますけど。ウサギもいるんですか？ウサギもいるはずですよ。ウサギもキツネもいるはずですよ。もうウサギ正直俺可愛いと思ってるんで、狩猟するとかじゃなくてもふりたいですね。そんなくだらない話をしていると、ついに生き物の影が。今道の前を鹿がブワってあっちの方に駆け上がっていったんで止まったんですけど、うわ、銃出た。行きましょう。普段温和な白畑さんの目つきが一気にハンターの目へと変わりました。エゾジカは崖を登っていった様子。果たして追いつけるのか。緊張する。必死に素人3人が崖を登りますが、白畑さんは音も立てず、すでに崖の頂上に。はい、構えてます、構えてます。彼の目はすでに獲物を捕らえています。推定400メートル先にエゾジカが2匹いたのですが、残念ながら外してしまいました。我々がガサガサ音をさせず、白畑さんだけに任せていれば、取れてたでしょうに、申し訳ない。後ろしか見えんかった。あ、なんか銃持ってサクサク登ってましたけど、サクサク登れる崖じゃないですよね。サクサクいけるんだろうと思って行ったら、滑るは滑る。ちなみに今日、人間の匂いを消すために、風呂キャンセル界隈してきてます。車の中通りでなんかうんこ臭いなと思って。いや、言い過ぎ。おはようございます。今日匂い感じなくないですか？寒すぎて。マイナス11度です、本日。人生で一番寒いですね。で、今、山道を通ってきたんですけど、この道がもうなくなってるんですよね。この川なのかな？これでなくなってるんですよね。で、こっから歩きみたいです。めちゃくちゃ新しい熊の足跡ありますよ。17センチ。昨日あたりだね、これね。これだけ鮮明に残ってるの。我々が訪れたのは12月の下旬。例年であればヒグマはとっくに冬眠をしている時期である。しかし暖冬の影響か、推定200キロのクマが前日夜ここを歩いていたことになります。2日目は始まったばかりですが、もしかしたらもしかするかもしれません。いやー、奥へと続いてますね。追いかけますか。熊の方が足速くて追いつけないらしいです。250キロの個体が50キロで走るってもうやばいっすね。ボルトですね。この雪道で走れないですからね、人間は。ヒグマは雪の上でも時速50キロで走ることができます。ですので足跡を見つけても追いかけられませんし、追いかけられたら一巻の終わりです。寒そうですね。どこ一番寒いですか？顔っすね。マイナス10度を下回ると寒すぎて露出してる部位が痛くなるんですね。これも初めての経験でした。探し続けること数時間。肉体的には大変ハードですが、なんといっても景観が素晴らしいんですよ。まるで時が止まったかのように凍ってしまった美しい滝。白銀の世界の中に佇むトドマツや白樺、すべてが最高すぎる。この日は残念ながら一度も引き金を引くことはありませんでした。お疲れ様です。3回戦ですね。ここから道なき道へと歩いていくみたいですね。普通の道よりも誰も通ってない場所の方が、鹿のね、警戒心も薄れてるみたいなんで、これも今2台で来てますけど、2つしかないですもんね、タイヤ痕。YouTuber 的にはね、ここにダイブしたりとかね、映像が欲しいところなんですけど、このワンダイブで50万飛びますから。でもすごいです。雪が固まらない。サラサラや。
サラッサラや。てか意味わからんぐらい寒いっす。なんか朝の方が暖かかったんですよね。ちょっとこっからやばいですよ。最終日はとにかくヒグマの足跡が多いです。果たして大丈夫なのでしょうか。やばくないですか？やばいっす。なんか、ヒグマに会いに来たんですけど、出会ったら出会ったで、今飢えてるはずなんですよ。ヒグマって食べ物がなくて。怖いなぁ。ここら辺から動物の足跡がかなり増えてきました。そろそろ何かに出会いたい。はるばる来た北海道で3日間成果なし。今日で最終日。何もできない自分に腹が立ちます。しかし、弱音を吐いても仕方がありません。ひたすら山を登り続けました。すると、まさかのまさか、この土壇場で鹿の鳴き声が聞こえたのです。山肌を確認すると、確かに鹿の白いお尻が確認できたのです。あたりに一気に緊張感が走りました。しかし、白畑さんだけは冷静に銃を構えます。果たして弾はエゾジカに命中したのでしょうか。何やら動物が転がり落ちてきました。すごっ。一撃でしたよ。こんな一瞬で動かなくなるんですね。ライフル銃が当たる瞬間の衝撃波があまりにもすごいので一瞬で動けなくなるみたいです。突然の出来事すぎて。なんかそのリアクションを取る暇なかったですよね。そうですね。撃たれた鹿は結構グロテスクなので見たい方はぜひメンバーシップでご覧ください。ありがとうございます。眠いっすね。ようやく無事終わりましたけど、大丈夫ですか？4日連続4時起きでしたもんね。そうですね。ちょっと3日3晩寝ますわ。これ疲労ちょっとやばいっすね。そうですね。熊がいつ来るかわからないプレッシャーもありましたしね。ずっとカメラ構えとかなきゃいけないですもんね。まあでも熊は今回ちょっと難しかったですけども、また来ましょうか。そうですね。めちゃくちゃすごい一撃も見れましたしね。そうですね。なんかもっと雪積もった方が鹿取りやすいらしいですからね。笹がこんぐらいまであって、あんまり何も見えないですもんね。これが雪が笹全部埋め尽くすと、もう全て視界良好になるみたいな。本当に非日常な3日間本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。この山以外のところも動画回してたいところでしたけど、まあでもとりあえず熟成鹿肉楽しみですね。ちなみに食べ方は決まってるんですか？いやほんま刺身で行きたいですけどね。怖いんで。刺身は。バーベキューで行きましょう。ちょっと山口県行くんでね、まあ俺のじいちゃんの実家にね、行って、まあそこでまた今度はイノシシを狙うんですけども。いや、ちょっと狩猟編、徐々に本当に始まりましたね。いや、始まりましたね。どうなんだろうな、視聴者の人たち、引いてるのか、なんか、非日常でちょっとエキサイティングしてるのか、これもうわかんないですね。でも熊見たかったな。この辺、毛ガニの漁船らしいんで、毛ガニ食べて帰りたいですね。あ、いいっすね。帰りましょうか。はい、じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。腹減ったな。そういえば、やばい漁師にもらったやつ、美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。とんでもない飛躍をいただきました。これ熊の胆汁を乾燥させて水で戻したお薬なのかな。なんか二日酔いとかにめっちゃ効くらしいですね。今日最終日なんで明日の朝まで飲み明かせますね。いただきます。これ何の味なんでしょうね。なんか薬噛みつぶした時の味みたいに近いような。ああ、
なんか粘土っぽいような匂いがしますね。今手の上に100万円が乗ってますよ。直接漁師の人から買って100万円なんで、末端だったら2、300万するんじゃないですか。ちょっと盗んで帰りますか。